おはようございます。ドラ旅です。柳川から熊本城を目指す旅の2日目、玉名市から玉名郡、そして西区、宇城市と宇土市に寄り道しました。車じゃないといけないお店にも会えた1泊2日のドライブ旅の後半、早速ご覧いただきましょう。玉名温泉でゆっくりと体を癒し、体力全開でございます。あいにくの曇り空で計画通り行かなかったところもありますが、それが旅の面白さ、楽しもうと思います。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方や応援してくださる方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。田園の中を走っています。もともとはですね、海だったところです。じゃあ誰が治水と干拓を始めたかというと、ここでも名前が出てくる加藤清正公です。ここには絶景スポットの海中道路、対名海床路がありました。満潮の時間だと海の中に電柱が立っているように見えます。遠くには雲仙岳が見えますね。干潮の時は道が現れて不思議な景色を見せてくれます。夜は星空、夕暮れも幻想的でしょうね。宇土市の長べた海床路と比べて人が全然いませんでした。こういうところで写真撮るのって楽しいですよね。次は山の方へ行こうと思います。実は熊本は柑橘も豊富で、みかんの生産量が全国4位。不知火の栽培に初めて取り組んでいるみかん王国なんですね。デコポンと不知火は同じ品種だったことを最近知りました。到着したのが玉名広域農道展望所。眼下にはたくさんのみかん畑、遠くに有明海が見えます。次はみかん畑のさらに奥に進んでいきました。畑の中をずっと走る感じですね。途中には小さな案内があって迷うことはありません。細い道が続いています。車じゃないといけないし、たまたまたどり着くこともないお店。展望台から車で10分、ピッツ&カフェソイルに到着しました。営業日は金土日と祝日のみ。久留米でイタリア料理店や居酒屋を営業されていたご主人が、生地や食材にとことんこだわって作るピザが一押しです。落ち着いた外観、自然に囲まれた素敵なお店です。予約は必ずした方がいいですね。この後すぐに満席になりました。店内はこんな感じ。この素晴らしさは行くとよりわかります。奥行きがあってとても開放的。はい、ありがとうございます。細かいところまでこだわっていますね。モッツァレラチーズ、パルミジャーノ、そしてオリーブ。耳がかなり膨らんでふっくらとした焼き色。口に入れると生地の弾力性、
チーズの濃厚さ、トマトの酸味、すべてが調和していました。野菜はさっき取ってきたんじゃないかと思うほど鮮度も抜群です。最高に美味でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。ありがとうございました。次はもっと山奥、金峰山の近くにあるカフェに向かいます。車で約30分、山あいにあったココペリというカフェ。駐車場は2カ所あってどちらも狭いです。多分ミニバンクラスは入れないと思いますね。築130年以上前の古民家を店主自らが改装したお店。古民家、アンティークが好きとか自家製野菜が好きな人にはたまらないと思います。ご夫婦で運営していて、イギリス人のご主人は大工と農業、奥様がカフェを営んでいるそうです。お店の外観がですね、見ての通り可愛すぎるんです。ゆったりと自分の時間を楽しみたい方にぴったりです。焼き菓子やガトーショコラといった自家製ケーキも人気だそうで、今思えば食べればよかったと思います。心地いい風と自然の癒しを楽しめるカフェでした。誰かを連れてきたくなりますね。
高知阿蘇神社にやってきました。1300年の歴史があるそうです。この神社の御朱印は華やかで鮮やかでした。毎月限定の御朱印と四季に合わせた切り絵の御朱印がありましたね。切り絵の御朱印は月の光に照らされた紅葉や銀杏の葉が赤や黄色に紅葉していく様子と秋の涼しげな空気感をイメージして縫製されているそうです。約20分移動して着いたのは高橋稲荷神社です。日本五大稲荷、熊本三大神社の一つ、歴史ある神社です。まず目を引くのが大きな朱色の楼門と提灯です。これはでかいですね。圧倒的な存在感。社殿は階段を上がった高台にあります。京都の伏見稲荷大社はいつか車で行ってみたいですね。およそ5時間で行けると Google マップ先生は言ってました。その前に岡山県と兵庫県ですね。今は倉敷に行ってみたいんです。商売の神様なので、これからのチャンネルについて伺います。大吉でございました。ありがとうございます。御朱印もいただきまして、次に行こうと思います。雨じゃなかったら眺望もいい神社でした。最初の予定だとこの後、御子敷海岸に行く予定だったんですが、どうやらまだ雨が降るみたいで、急遽予定を変えました。道の駅に行こうということで、一番近くにあったのが宇城市にある道の駅宇城ですね。どんどんゴールから離れています。数年ぶりに訪れた淡島神社。日本一小さな鳥居があるのと、以前はなかった新しい本殿ができていました。気づいたらもうすぐ16時50分。目指す城西園の営業時間は18時まで。本当は余裕の日程だったんですけど、後半はすごく焦ってます。
ここは南区の川尻地区で以前動画で紹介した米蔵がある地域です。太平通りを通過して白川を通過して中央郵便局まで来たものの、なぜか右折しないで熊本医療センターから城西園へアプローチします。着いた時刻は17時30分。なんとか営業時間内に間に合いそうです。この時間に入ったのは私たちだけ。ゴールの熊本城に到着しました。さあ、お土産買います。柳川市から熊本城を目指す旅、いかがでしたでしょうか。歴史は申し分ないほど長く、温泉とカフェを楽しめて、日帰りでも楽しめると思います。最高でした。少しでも皆さんのいい旅の手助けができたら幸いです。それでは次の旅でお会いしましょう。またね。